おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新情報をお届けしていきます。イーロン・マスクさんが無人のロボタクシーは3週間以内に始まると発言し、パイパー・サンドラーは無監視 FSD の実現は非常に近いと評価しました。さらに欧州では FSD のバージョン14のライドアロングが一気に拡大し、ウェイモとの思想の違いもより明確になってきました。つまり今、FSD とロボタクシーをめぐっての情報の密度が明らかに変わり始めています。今日は断片的なニュースとしてではなく、この流れがどこに向かっているのかを僕の視点で整理していきたいと思います。まずは最初に今日の結論を先にお伝えします。結論としては、テスラはついに無人ロボタクシーの解禁という最終ステージに踏み込みつつあるということになります。これはいつ実現するのか、何週間後かといった短いスケジュールに振り回される話ではありません。もっと大きな流れの中で考えるべきもので、テスラが進めてきた AI と自動運転のビジョンが実際のサービスとして形になろうとしている段階に入ったということになります。では、ここから背景を整理しながら本質的なポイント、これを掘り下げていきたいと思います。まず、背景からです。現在 FSD のバージョン14は大きな改善を見せています。特にパイパー・サンドラーが紹介した介入が必要になるまでの平均走行距離はこれまでで最大級の改善だと言われており、FSD がより安定して動作する段階に入ってきたことがわかります。また、欧州では FSD のライドアロング、つまりテスラの社員が運転席に座った状態で一般ユーザーが助手席で FSD の走行を体験できるプログラムがデンマークやスイスにも拡大されました。欧州は規制が非常に厳しいのですが、こうした体験プログラムの拡大はいよいよ欧州でも FSD が公式に議論されるフェーズに入ったことを示しています。さらにテキサスではすでにロボタクシーサービスが提供されています。まだ安全監視ドライバーが助手席に乗っている状態ですが、イーロン・マスクさんは監視ドライバーを外すのは3週間以内と言い切りました。ここまでタイムラインを強気に語ることは珍しく、それだけ内部で手応えがあるのだと感じています。では、ここから僕の分析に入っていきますけれども、まず一つ目は、なぜテスラは今、これほど攻めに見える発信をしているのかという点になります。僕はこのタイミングで複数のピースが揃い始めたからだと考えています。FSD の安定性、AI モデルの進化、欧州での下準備、アメリカでの実運用、ロボタクシー専用車両の準備、そして AI チップの開発、テスラ全体の文脈を見ていくと、これらがバラバラではなく、一つの方向に向かって収束し始めていることがわかります。イーロン・マスクさん特有の強気なロードマップとは別に、実際の現場の進捗が明確に出てきている段階です。では次に、ウェイモとの比較です。イーロン・マスクさんは、ウェイモは最初から勝ち目がなかったと発言しました。少し挑発的に聞こえますが、ここにはテスラの戦略思想があります。ウェイモは、ライダーやレーダー、高精細マップを組み合わせた、いわゆる多センター方式で自動運転を実現しようとしています。これは精度は高いのですが、運用できる地域が限定され、コストも高い。一方テスラはあくまでカメラと AI のみ、そして既存のオーナーの車をロボタクシーに変えるという拡張性を重視しています。これはどちらが優れているのかという技術論だけではなく、ビジネスとしてどちらがスケールするかという戦略論問題です。テスラの方式はハードウェアを大量に配備する必要がなく、OTA アップデートでの展開が可能です。つまり世界中に一気に広げられる可能性があるんです。ウェイモは優れた技術を持ってはいますけれども、都市ごとの調整や車両の調達などスケール面でどうしても時間がかかります。イーロン・マスクさんがウェイモを勝ち目がなかったという背景には、こうした構造的な違いがあります。そして3つ目が FSD の実力が本当に上がっているのかという点になります。パイパー・サンドラーが示したデータでは、介入距離が過去最大レベルに改善していました。ただ、最新の V14.2 では一時的に数値が振り戻したとも言われています。これに対して僕は FSD の性能が直線的に進化しているものではなく、大きな改善と
小さな後退を繰り返しながら全体として安定度が上がっていくフェーズに入ったと見ています。つまり短期的なブレをどう捉えるのかではなく、長期のトレンドとして FST が人間レベルを超える可能性が現実味を帯びてきたということが重要になってきます。では、ここからは未来に何が起こるのか、こちらについて考えていきます。まず、ロボタクシーが本格的に動き出すと、オーナーにとって車が資産として働く時代が現実になります。これはテスラが未来のビジョンとして何度も語ってきた世界であり、車の価値そのものを再定義する可能性があります。さらに都市設計にも大きな影響があります。例えば駐車場の需要が減る、車の車庫が不要になる、都市の移動コストが下がるなど、社会の構造そのものが変わる可能性があります。また、欧州では今回のライドアロング拡大は規制当局の反応を変える可能性があります。欧州の規制は厳しいですが、一度動き出すと技術ではなく政策の話になります。政策が変わればテスラは一気に FSD 市場を広げる可能性があると見ています。では最後にテスラ株へのインパクトです。FSD やロボタクシーが現実に動き始めると、テスラは単なる自動車メーカーではなく AI モビリティ企業として再評価される可能性があります。これは株価にとって非常に大きな材料になります。もちろんリスクもあります。規制、安全性、社会的需要、そして技術的な不確実性。ただ、方向性としてテスラが AI 企業としての評価軸に移行する動きは、ここ数週間でかなり明確になってきたと思っています。では、そういったことを踏まえて今日のまとめです。ここまでの流れを見ると、テスラは FSD、ロボタクシー、欧州展開、ウェイモとの思想線など複数の要素が一気に動き出しています。ただし重要なのは3週間後に実現するかどうかではないんです。大切なのはテスラがついに無人運転を解禁するステージに入ったということになります。この大きな流れをどう読むのか、これがテスラに投資をする投資家にとっては非常に重要だと僕は考えていますけれども、皆さんはどうでしょうか？では、そういったことを踏まえて最後に皆さんに聞いてみたいと思います。テスラがロボタクシーを本当に無人化したとき、皆さんは自分のテスラを働く資産として運用したいと思いますか？そしてそれはテスラ株の評価をどこまで押し上げると思いますか？我が家に関しては妻がやはりそこに関しては NG なんですよね。なのでもう一台テスラを買ってやるとか、今もボクシブシェアを運営しているのでその車両でやるかっていうところになるかなと思いますけれども、果たして皆さんどうでしょうか？ここはね、皆さん賛否両論分かれるところじゃないかなと思います。はい、ではね、本日のコメントこちら紹介したいと思います。本日は大輔斉藤さんのコメントです。ケンさんこんばんは。一つ相談させてください。セントリーモードなんですが、人は映るけど車両は映らないじゃないですか。自宅はテスラの横を通らないと門にアクセスできない構成です。夜間防犯カメラ代わりにセントリーモードをオンにすることがあるのですが、テスラの前の人やバイク、自転車など人を含む画像は記録されますが、前を通るご近所さんの車は一度も記録されません。僕テスさんもかなり前ですが、駐車場で当て逃げされてなんで映らないんだと苦言を言われていました。ケンさん、よろしければご視聴者さんもご経験を共有ください。唯一人がいなくてセントリーモードが作動するのは機械式駐車場でテスラが移動される時だけです。画像から揺れでイモビライザーが作動しているから記録されているとわかります。よろしくお願いします。というコメントいただいております。ありがとうございます。確かに人は映りますが、車は映らないですね。おっしゃる通り車を当て逃げされたら何も映らないんじゃないかなと思います。僕は当て逃げはこれまでありませんが、このあたりもしオーナーの方で何か経験がある方がいたら、ぜひ今日の動画のコメントで教えてください。また、このような感じで僕のこの YouTube をハブとしてテスラに関して質問などがある場合は気軽にコメントください。購入前に気になることだったりとか、買ってから気になること、相談できる人がいないって方もいると思います。そんな方は気軽にコメントで聞いてください。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日
日はあまり変わっていません。現在445ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかかなりお買い得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてください。そして現在モデル X に関しては1台在庫車として持っています。こちらのモデル X に興味のある方はぜひお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。